高市さんもパンフレット配っちゃってるとか、金利上げるのが金利を上げるのはバカだっけ、金利を上げるのは良くないみたいな、日銀に対して言っちゃったっていうのが、あれがやっぱり経済畑からするとやべえなっていう感じがしちゃったんですよね。日本銀行というのは、これ僕言わなかったんですよ。写真を見て、イッテ Q に出てる人の眉毛っぽいなと思ったんですけど、これ言うと女性に対して言うことになるから、ルッキズムになるかなと思って、あえて言わなかったんですけど、よーく顔のね、大きめに写ってる写真見てください。完全に眉毛描いてるんですよ。描いてるのがね、結構太いんですよ。井本さんですかっていう風に思って見始めると、もう井本さんにしか見えなくなっちゃうんですよ。本当にすみません。本当にすみません。はい。顔は関係ない、顔は関係ない。はい、すいません。そうですよね。置いといて、要は日銀が金利を上げるかどうかというのは、あくまで中立である日銀が独自の判断でやるべきであり、中央銀行というのは政府にコントロールされるべきではないというふうに、多くの先進国を考えてるんですけど、なので、こうした方がいいよねとか、こういう風な方がいいよねという要望だったり相談はするんですけど、何々するべきとか、何々するのはバカみたいなのは、やっぱり言うべきではないよね、総理であれば。っていうところが、やっぱ高市さんは分かってないのかなっていうところだと思うんですよね。いや、だからリフレ派でもいいとは思うんですよ。なので、リフレ派として、政府としての国債ばらまきまくるとか、じゃあ法律変えて、いろんな国債出します、建設国債出しますとかっていうのをやるのは全然いいと思うんですよ。で、ただ日銀の独立性というのが大事だよねっていうところ自体があまり理解されてないとすると、やっぱり経済どうなのっていう。リフレ派っていうのは、日本は日本円で動いているので、円でいくら借金をしても何の問題もないと主張している一部グループっていうのがいて、本来のリフレ派とはまたちょっと違うんですよね。本来のリフレ派だと、ある程度通貨を膨張しまくって、で、通貨安にするというので、ある程度バランスを取ることが可能だよねっていうところだったんですけど、最近だったらいくらでも円を吸ってもいい。なぜなら日本円でしかみんな支払いをしないから派閥っていうのがいて、日本円がどれだけ世の中に流通するのが増えたとしても、みんな日本円で給料もらって日本円で商品買うんだから、日本円が紙切れになるわけないじゃん派閥っていうのがいて、で、そういう人たちって1年ぐらい物価が高くなったっていうのをすっかり忘れてるんですよね。円をすりまくって円の価値が下がると、結果として外貨の価値が上がるんですよ。ドルが高くなるんですよね。昔1ドル100円だった時に、じゃあ100円出したら缶ジュース1本買えたよね。でも1ドル150円だと、100円だと缶ジュース買えなくて、150円出さないと缶ジュース買えないんですよ。っていう形で円をどんどんすりまくると、外貨で買うというのが高くなるので、石油が高くなりますよね。だから電気代高くなりますよねっていうのが、九州と四国以外の人は身をもって知ってると思うんですよね。九州と四国は原発が動いているので、電気代そんなに上がってなくて、むしろ下がっているのかな、下がるかほとんど変わらないぐらいで、で、東京とか東北とか原発が動いてないところは電気代めちゃめちゃ上がって大変だよねっていうそういう状況なんですけど、高市さんどちらかというと、リフレ派のような人と対談をして、リフレ派の喜ぶようなことを言って、結果としては世間的なまともな経済わかる人からは、うわ、やべえやつだなって思われてしまった。ネット上って、リフレ派の人がやたら多いんですよ。なので、リフレ派の人をバッシングすると、コメント欄が荒れるっていうのがあって、例えばコロナのワクチンって、日本人多分6000万人以上打ってると思うんですけど、なんですけど、コロナワクチンについて書くと、コロナワクチンは人殺しワクチンだとかっていう頭の悪い人たちがどんどん集まってきて、コメント欄が荒れるので、あんまりワクチンに関して言わないっていうのとか、リフレ派もそうで、おかしな人たちが湧いてくるから、あんまりそれ言わないっていうのがあるんですけど、なので、みんな言わないんですけど、基本的にリフレ派って、まともな経済学者に言ってる人いないんですよね。で、アベノミクスの時代は、円をすりまくって、ETF 買いまくって株高にすることで、企業が儲かって、結果として一般市民にもお金が回るよねっていうトリクルダウンっていう理論があるんじゃないかっていうのがあったんですけど、アベノミクス8年間あって、で、庶民の収入全然増えてないよねっていう。一般市民の貯蓄金額ってどんどん減ってるよねっていうのが分かってて、トリクルダウンっていうのを言っていたイェール大学の浜田先生っていう人もトリクルダウンありませんでしたって言って、ちゃんと自分の間違いを認めて謝ってるんですけど、未だにリフレ派と言われる MMT 派の人たちっていうのは、アベノミクスは正しいんだって言ってて、んで、高市さんもアベノミクスは間違ってないって確かに言ってるんですよね。だから、まずかってないんだったら、物価高どうすんねんっていうね。まあ、そういうところで、高市さんのどちらかというと、オウンゴールっていうのが結構大きいんじゃないかなと思ってて、リフレ派とかによらないで、
普通のこと言ってたら、多分もうちょっと支持された可能性あると思うんですよね。おかしな人たちに支持されてて、で、おかしなことを言い始めてて、ちょっとこのおかしなのが自民党の中で主流になるとまずいよねというふうに、自民党の国会議員の人たちが思ったっていうところが大きいんじゃないかなと思うんですよね。ルール守んないっていうのもあるし。高市さんが集めた推薦人20人のうち13人が裏金議員だったんですよね。で、その裏金議員の総額合わせると確か9000万円とかで、裏金議員の駆け込み寺みたいになってて、で、じゃあその裏金議員が持ち上げた高市さんが勝ちました。裏金議員が大臣とか要職に就きますってなっちゃうと、やっぱり次の選挙勝てないよねっていう。自民党の国会議員の人たちって、やっぱり次の選挙に自分が勝ち残れるかどうかがすごく重要なんですよ。実は国会議員という先生と呼ばれて、なんか何もしないで年収3000万プラス納税しなくていい通知費1000万円合わせて4000万円みたいなのもらえる職業と、意識の高い無職っていうのが、当選と落選で変わるんですよ。やっぱ意識の高い無職はやばいよね、選挙勝たなきゃいけないよってなると、やっぱりその裏金議員が、裏金問題でやっぱり自民党支持率下がったっていうのは現実としてあるので、統一教会の問題に関してもやっぱり支持率下がったっていうのがあるんですけど、で、高市さん、統一教会の秘書を確か受け入れてて、で、なんか、ポスターかなんかも確か貼ってたんですよね。で、そこら辺の統一教会との関係性を確かちゃんと説明してなかったりするので、なんで統一教会と親和性が高い、否定はしていない。裏金をもらっている議員を集めて推薦人にしたっていうのがあるので、やっぱりこれを自民党の頭として出して、で、総理大臣にして選挙で耐えるかっていうと結構きついんじゃないかなっていうんだと思うんですよね。変な支持者を入れなければ、僕前から女性は女性に投票すれば女性がうまくいくよねって話をしてて、なので、女性支持者におかしなことを言わないで、普通に無難なことを言って、女性から投票を受けるっていうのをやれば、割とちょっと高市さん勝つ見込みあったと思うんですけど、なんか支持してるのがおかしな男性ネトウヨ系の人ばっかりだったので、結果としてなんか女性からあまりこう、味方だと思われてなかったっていうのが、なんかね、残念だなと思いますけどね。まあもうそれも本人が選んだ道だと思うので。高市さんの絵ってやっぱアウトですかね。ひろきさんどう思いました？自民党の中ではもう多分アウトになってるんですけど、本人から辞めると言わない限り辞めないので、多分辞めることはないんじゃないかなと思うんですけど、要は今の状況で自民党の中で高市早苗さんをフォローする人がいないというのが明確になったというのが大事なんですよ。なので政治家としては残り続けると思うんですけど、多分もう主流からは外れてしまって、あの人ねっていう感じになってしまうと思うんですよね。ネトウヨの人は高市早苗さん好きなので、一生懸命なんか高市さん問題ないんだって言ってると思いますけど、もう自民党の人たちからすると、石破茂さんみたいにね、割ともう自民党の保留からすると、この人はもう権力側に入れることはないよねっていう、そういうポジションになっちゃったっていうところなんじゃないかなと思いますけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。